日本でも人気の俳優の方々がファンと積極的に日本語でコミュニケーションを取ろうとしてくれたり、日本の文化に触れて楽しんでいる姿はとても微笑ましくて素敵ですよね。今回は親日と言われている俳優5名を輝かしい経歴とともにご紹介します。親日と言われる俳優5選。親日であるとされる俳優の方々は韓国ドラマファンに長年愛されている人たちばかりです。その中にはファンが待ちに待った来日イベントを予定している方も、韓国国内のみならず日本のファンを大切にしている彼らは日本でどんな活動をし、またどのような親日エピソードがあるのでしょうか。チャン・グンソク。1人目は俳優のみならず歌手、モデルとしても活躍しているチャン・グンソクさん。1993年、6歳の頃に子供服カタログのモデルとしてデビュー。子役としてテレビ CM にも出演し、2006年に放送されたドラマファンジにて、許嫁がいる身でありながら、身分違いの恋に落ちる青年役を演じたことにより、韓国国内での知名度を上昇させました。日本で知名度を上昇させたきっかけは、イケメンですね、メリは外泊中など、人気韓国ドラマの影響だけではなく、サントリーが販売したソウルマッコリの CM 内で披露した流暢な日本語と爽やかな笑顔が話題となりました。チャン・グンソクさんは日本のファンをうなぎと呼び、その理由として自分の大好物がうなぎであり、その大好物と同じように自分にパワーを与えてくれる存在だからと敬意を込めてそう呼ぶようになったといいます。また、東日本大震災が日本で起こったことを受け、頑張れ日本というメッセージとともに、1000万円と5000枚の毛布を寄付。さらに、チャリティーオークションを開催し、集まった収益1012万6004円を日本赤十字社に寄託されています。近年では、6月に東京でイベントを開催することを発表しており、約4年4ヶ月ぶりに日本のファンと再会予定です。パク・ヨンハ。2人目は、今も、なお、日本のファンに愛されているパク・ヨンハさんです。高校在学中であった1994年、ドラマテーマ劇場で俳優デビュー。日本で大きく、その名を知らしめたのは、韓流ブームの元祖といえる、韓国ドラマ冬のソナタで、ペ・ヨンジュンさん演じるカン・ジュンさんの恋敵、キム・サンヒョクを演じたことがきっかけでした。その後、日本での歌手活動を積極的に行い、切なさと優しさを含んだパク・ヨンハさんの歌声は、多くの人の心をつかみ、2008年には、日本ゴールドディスク大賞で、シングル・オブ・ザ・イヤーとザ・ベスト・エイジアン・アーティストを受賞。韓国でも、俳優として評価され SBS 演技大賞で、ドラマスペシャル部門男演技賞10大スター賞を受賞するなど、両国でファンに愛されていることを示しました。しかし、去る2010年に、ソウル特別市内の自宅で亡くなっているのを発見され、パク・ヨンハさん自ら、人生に幕を閉じたと報道されています。32歳という、あまりにも早すぎる別れでした。カン・ドンウォン。3人目は、現在も第一線で活躍している俳優の一人であるカン・ドンウォンさんです。2000年、スカウトされモデルとしてデビュー。2003年に放送された威風堂々な彼女にて俳優デビューを果たし、映画狼の誘惑で主演を務めたことをきっかけに、現在まで映画作品を中心に出演されています。カン・ドンウォンさんは、母国語である韓国語の他にも、英語や日本語を話すことができ、日本人の友人もいるのだとか。さらに、彼の祖祖父であるイ・ジョンマンさんは、親日人名辞典に掲載されており、そんな曽祖父に対して、カン・ドンウォンさんは、芸術的な人だったと語っていたこともあり、親日だとされています。後に、この発言が韓国国内で問題視され、謝罪されています。2022年6月に公開予定の最新作、ベイビー・ブローカーでは、日本国外でも評価されている、是枝裕和監督とタッグを組み、
主演俳優のソン・ガンホさん演じるサンヒョンのパートナー、ドンス役を務められるということで注目が集まっています。イ・ホンギ。4人目は、3人組ロックバンドの FT アイランドのメインボーカルであり、人気俳優でもあるイ・ホンギさんです。もともと子役として活動していたイ・ホンギさんは、2009年に放送されたイケメンですねで、本格的なドラマ復帰を果たし、本作品で、天真爛漫で、可愛い笑顔の持ち主である、ドラマー、ジェルミを演じたことにより、その知名度を上げました。幼少期、いわゆる反日教育を受けていたそうですが、FT アイランドとして日本メジャーデビュー、2011年4月に日本で放送されたドラママッスルガールに出演するなど、実際に日本に暮らしながら活動したのをきっかけに意識が変わったとされています。東日本大震災が起こった時にも、チャリティーコンサートを開催して日本を応援してくれました。2021年には、日本ソロアルバムドローイングをリリース。韓国国内では FT アイランドのオフラインコンサート開催を告知。5月にはミュージカルまた針に出演を控えるなど、国内外問わず積極的な活動をされています。ペヨンジュン。最後に紹介するのは、まさに韓流ブームの火付け役となったペヨンジュンさんです。1994年、愛の挨拶でデビュー後、1996年に主演を務めた初恋で大ブレイク。韓国ドラマにハマるきっかけとなった作品だという人も多い、恋愛ドラマの名作、冬のソナタで、主演のカン・ジュンさん役を務め、ヨン様ブームを引き起こすなど、日本に大きな影響を与えた俳優の一人です。彼の親日エピソードの代表的なものの一つに、多額の寄付や支援活動が挙げられます。東日本大震災発生直後に、公式ホームページにてメッセージを発表。さらに、7200万の寄付金と、敷毛布1万5000枚、医療関係車両3台を手配するなど、長期にわたり支援活動を継続されました。他にも、新潟中越地震の際には3000万円、熊本地震では約5000万円を寄付されています。一方で、竹島問題に関する発言で反日ではないかと言われていますが、これ以上、感情的対立で国際関係が悪化しないように願っていると、攻撃的な発言ではなかったようです。現在、目立った俳優活動はしていませんが、2006年に自ら設立したキーイストの実業家として大成功。キーイストは、韓国版花より団子に出演したキム・ヒョンジュンさんなど40名の芸能人を抱え、韓国の5大芸能プロダクションとして数えられるほどに成長を遂げています。まとめ。今回は、親日と言われている韓国俳優5名をご紹介しました。日韓関係はとても揺らぎやすいですが、こうして変わらず、日本のファンを愛している俳優の方々もたくさんいらっしゃいます。活動する俳優の方々にとっても、それを応援するファンにとっても、いい関係を少しでも築いていきたいですね。